ついに理想の AR グラスが登場しました。フルカラー両目ディスプレイ、カメラ、スピーカー、コントローラー、そして Android 搭載。これが全部入りで、しかもメガネ型です。今回レビューする INMO Air 3は正直言って現時点で最強の AR グラスかもしれません。最近は単色ディスプレイの AR グラスやカメラとスピーカーのみの AI 特化型などいろいろなグラス型が出ています。しかしこの INMO Air 3は全部入りで、しかもちゃんと使えるレベルまで仕上がっています。極めつけは Android 搭載で単体で動作する数少ない AR グラスだということです。以前 INMO GO をレビューした動画が好評だったこともあったのか、今回 Air シリーズの最新モデルである Air 3を発売前に先行レビューさせていただけることになりました。そして使ってみたらですね、想像以上に良くて、実際に自分もキックスターターで事前予約することに決めました。それぐらい完成度が高かったということです。それでは実際にどこが良かったのか、気になる点も含めて徹底的にレビューしていきたいと思います。まず簡単に INMO Air 3がどんな機種か紹介していきます。この INMO Air 3は両目にそれぞれフルカラーディスプレイを搭載していて 62ppd という網膜級の解像度を実現しています。視野角は36度で全世代 Air 2の26度から約 1.4 倍に拡大されました。そしてカメラも搭載しています。撮影はもちろん後で詳しく話しますが、翻訳機能や AR 機能にも使えます。スピーカーも内蔵されているのでイヤホンなしで音楽や動画も楽しめます。処理性能も大幅に向上していて、メモリは 8GB、前世代の Air 2の 6GB から増強されています。CPU も Air 2の8倍向上していると公式では謳われていて、実際に使ってみても動作はスムーズです。そしてここが重要ポイントなんですが、完全にスタンドアロン型です。ケーブル接続や外部機器は一切不要で、単体で Android が動作します。バッテリーもテンプルの部分に内蔵されていて、これ1台で完結します。普段使いできる AR グラスとして設計されています。しかも Android ベースの IMOS3.0 を搭載していて、Google Play に正式対応しています。Android 搭載の VR 機器は結構ありますが、Google サービスが使えないものが多いです。しかし INMO Air 3は Google マップや YouTube など Google アプリが全部使えます。さらにほとんどの Android アプリに対応しているとされていて、普段スマホで使っているアプリがそのまま使えます。操作方法も充実していて、特徴的なのがこの今つけているリング型のコントローラーが付属していることです。指輪のように装着して画面内のポインターをコントロールできます。これを操作することでグラス内の画面を直接コントロールできます。でも基本的に画面は正面に固定されている0度表示で、頭を動かしても画面は視界の正面に追従するスマートグラス的なタイプです。ディスプレイの明るさは600ニットあるので、屋外でもなんとか使えるレベルです。初代の INMO Air は単眼モノクロディスプレイだったんですが、Air 2で両目フルカラーになり、そしてこの Air 3でついに 180p の高解像度、さらに全部入りのフル装備を実現したという流れです。それではパッケージの中身を見ていきましょう。同梱されているものは INMO Air 3本体、USB Type-C 充電ケーブル、専用ケース、サングラスカバー、そして特徴的なリング型コントローラーとリモコン、さらにリング用の充電ケーブルです。マニュアルも入っていて、度付きレンズが必要な方向けの補正レンズは別売りとなっています。専用ケースは使わないときは平べったく折りたためるので、思ったよりかさばらず持ち運びやすいです。実際手に取ってみると INMO GO と比べると存在感があります。テンプル部分にバッテリーやプロセッサが内蔵されているので、通常のメガネより太めです。高機能を詰め込んだ AR グラスらしいデザインで、どちらかというと普通のメガネよりもガジェット感のある外観です。本体の各部を見ていきましょう。正面中央にはカメラがあり、初期状態ではカバーがついています。右側のテンプルには電源ボタンとタッチパッドがあって、電源は長押しで起動します。充電ポートも右側に Type-C で配置されています。左側のテンプルには音量ボタンがあります。スピーカーは両側のテンプルに内蔵されています。マグネット式の度付きレンズも装着できる設計になっています。ディスプレイ部分を外側から見ると縦に線が入っているように見えますが、そこまで目立つ感じでもないです。装着時のコツなんですが、ここのテンプルが広がらないので、首にかけるようにして着用すると
いい感じです。普通のメガネより重たい割には前方にもそれなりに重さがあって前後バランスが取れているので、正面を向いている分には勝手にずれてきたりすることはありません。ただ鼻の部分や耳の裏のテンプルで支えている部分が長時間かけていると少し痛くなってきます。実際にメガネ用のクッションテープを巻いてみたらいい感じに改善されたので、長時間使用する方にはこれおすすめです。ディスプレイについては結構見えやすいです。 62ppd で画質も良く明るさも不足している感じはなく、色表現や発色もいいです。ディスプレイの明るさを上げるとより見やすくなるんですが、バッテリーの消費が早くなるのは注意が必要です。直射日光の屋外ではさすがにディスプレイは見えづらくなりますが、透過型の AR グラスでは見えづらくなるのは避けられないので、その割には頑張ってる方だと思います。曇りや室内では普通に使えますし、夜や暗めの環境だったら問題なく使えます。ただ強いライトの下ではさすがに若干見えづらくなることもあります。映像視聴をゆっくり楽しみたいという時にはこのようにサングラスにするカバーを使うといいです。ここにマグネットでつくようになっています。外側から自分の見えている映像が見えるかどうかについてですが、実際にディスプレイの明るさ 100% にしてもあらゆる角度から見てみたんですが、ディスプレイが光っているのは若干わかるものの、映像の内容は完全に見えなかったのでプライバシーはバッチリです。ただ画質について1点気になる点があります。ディスプレイの中心部は鮮明に見えるんですが、周辺部に行くほど文字が滲んだ感じになることがあります。これは光学レンズの特性上、端の方では周差が発生しやすいためで、62ppd という高解像度でも周辺部の画質低下は完全に解消されていません。ただスイートスポットは比較的広く、装着時に微調整しなくても問題ないレベルです。特に細かい文字を読むときには気になることがありますが、動画視聴などでは問題ありません。InMo Air 3を装着していてディスプレイを表示していない、つまり普通のメガネとして使っている時の視界はディスプレイ部分にうっすら見える達線が邪魔になることは特に感じません。視界の明るさがわずかに 5% ぐらい暗くなるかなという程度です。テンプルの両方が太いので、ちょうどその部分が死角になって視界が若干狭まる感覚はあります。レンズに若干の反射があって、それによってかけていない時の方が視界がクリアではありますが、ずっとかけていられないという感じではないです。ディスプレイは 2,3 メートル先に浮かんでいるように見えて、公式発表では3メートル先で150インチ相当の大画面表示が可能です。実際の使用感としては2メートル先では約100インチのモニターを見ている感覚。手元に焦点を合わせるとタブレットを持った時のような感覚でも使えるので、用途に応じて様々な距離感で活用できます。視野角は36度で、36度と聞くと狭く感じるかもしれません。ただこれ以上広くなると端の方を見るのに視線を大きく動かす必要が出てきますし、基本的には固定画面で使用するので、個人的には狭くもなくちょうどいいサイズ感だと思います。バッテリーの持ちは画面の明るさによってかなり左右されますが、一日中持つほどではありません。明るさ 100% で2時間程度、50% でだいたい3時間から4時間程度です。使っていると左側のテンプルの先にあるバッテリー部分がそれなりに熱くなって耳の裏が温かく感じます。充電しながら使用すればバッテリーを増やしながら使用ができるので、ずっと使用したい場合は首掛け型のモバイルバッテリーなどを使用するといいかもしれません。それでは実際に起動してみましょう。まずセットアップについて触れておくと、InMo Air 3は単体で完結できるので、スマホや PC なしでも初期設定が可能でした。初期設定では英語と中国語しか選択肢がありませんでしたが、セットアップ後に設定からシステムの言語を日本語に変更できます。起動すると独自のホーム画面が表示されます。この状態では先ほど説明した通り0度符で画面が視界に追従します。基本的にこの状態で使うことになります。ホーム画面には右上にバッテリーや Bluetooth 情報、左上に日時、下のバーにアプリが並びます。アプリ下のバーにお気に入りアプリを配置でき、左端のアイコンから全てのアプリを見ることができます。
画面上部の左側をクリックすると通知、右側クリックでコントロールセンター、下部を上にドラッグすると起動中のアプリ一覧が見れます。日本語入力ももちろん可能ですが、標準アプリではできないようだったので Gboard などを導入することをお勧めします。マイクが搭載されているので音声入力もできます。操作方法は基本的に3種類あります。本体のタッチパッド、リモコン、リング型のコントローラーです。本体のタッチパッドはテンプルの右にあるタッチパッドをタップして操作します。ちょっとした操作ならこれで事足りるんですが、本体タッチパッドの操作だけでは操作できない場面もあるので、基本的にはリモコンかリングを使用します。リモコンは小さいのでポケットに入れて持ち運びができます。充電は Type-C で可能です。接続すると画面上にポインターが出てきて、それをトラックパッドで操作します。トラックパッド以外にもカメラボタン、ホームボタン、戻るボタン、音量ボタン、電源ボタンなども搭載されていて、多機能なリモコンになっています。歩きながらや乗り物に乗っている間など、動く場面でも安定した操作ができますが、リングと違って必要ない時にポケットにしまう必要があります。リングが普段使いでメインの操作方法になると思います。リング自体はコンパクトでかなり軽くていい感じなんですが、指を通す部分の内径が約 2.3 センチとなっています。操作性を高めるために大きめに設計されていると思いますが、ずっとつけたままにするには大きいので、アジャスターテープでサイズ調整するなど使用方法を工夫するといいかもしれません。充電はリング裏側のマグネット端子に専用ケーブルをくっつけて行います。本体とは Bluetooth で接続されて、電源を入れると自動的に接続されます。Air 2では安定性に問題があったようですが、今回は遅延やポインターが飛ぶなどもありません。リングを動かすとポインターもそれにつれて動くので、それで操作します。かなり直感的です。パッド部分を親指で操作してタップで決定、スライドしてスワイプです。またタップしたままリングを動かすことでもスワイプ操作ができます。操作が難しそうと思うかもしれませんが、精度が高いので慣れれば使いこなせそうと、少し使えばそう思えると思います。感度調整も設定から可能です。少しの動きで操作はできますし、決定も親指を少し動かすだけなので、電車や人前で操作しても違和感は少ないと思います。ハンドトラッキング操作のように怪しさ満点にはなりません。ジャイロ操作で物理的な遮断があっても問題ないようで、ポケットに入れたままでも操作ができます。ただ歩きながらの操作は体の揺れがポインターに伝わって安定しないので難しいです。車や乗り物だとジャイロなのでカーブでその方向にポインターが動いてしまいます。さらに腕を動かさなくても自分の体ごと動かしてもジャイロが動いてしまいます。静止している時はリングが使いやすいですが、移動中はリモコンを使う方がいいかもしれません。キーボードを打つのもポインター操作なので素早く操作はできないんですが、タイプミスは慣れれば起こりにくいです。ポインターリセットはファンクションキー長押しでできるんですが、位置調整したいときは画面端にポインターを持ってくると止まるので、それを活用して行うといいかもしれません。その他の操作方法としておすすめなのが Android などで Bluetooth マウスやキーボードなどが接続できることです。実際にやってみるとこれかなり快適でした。設定やアプリ導入、ログインなどをマウスとキーボードでやっておくと ID、パスワード入力も難なくこなせるので、初期設定がかなりスムーズに行えます。透過型のグラスで完全に視界が確保された状態で目の前の画面をマウスとキーボードで PC 感覚で操作できるのは本当に快適です。 VR のパススルーやサングラス型の AR グラスだと視界に制約があるので、この開放感のある操作体験は透過型ならではです。これこそが本当の意味での空間コンピューティングなのかもしれません。次はソフトウェア面を見ていきましょう。InMo Air 3は Android ベースの独自 OS、iMOS 3.0 を搭載しているので、一般的な Android アプリが使えます。アプリはおそらく全てタブレット対応の扱いになります。特に素晴らしいのは Google Play が標準インストールされていることです。さらに Chrome や Google ドライブなど Google サービスもフル活用できます。スマホと同じ Google アカウントでログインすれば、ブックマークも履歴も全て同期されて、スマホの延長線上で使えます。この使い慣れた環境がそのまま使えることは、正直個人的にはこれだけで InMo Air 3を選ぶ価値があると感じるほど重要なポイントです。
では実際にいくつかのアプリの使用感を紹介していきます。Chrome ではブックマーク共有もされます。タブレットモードの表示で上部にタブバーが常時表示されている状態で便利です。Google マップも使えます。GPS も使えたのでナビが可能です。AR 表示に最適化されているわけではありませんが、視界に地図が浮かんでいる状態で歩けるのは旅行中や初めての場所では便利だと思います。透過型なので周りの景色を楽しみながら必要な時だけディスプレイをつけて地図を確認できます。スマホを取り出さずに済むので両手が自由になるのも大きなメリットです。Google レンズ、これが今回使っていて最も未来を感じた部分かもしれません。Google レンズにはカメラの画像を翻訳する機能があって、画像内の文字をその部分を保ったまま翻訳する機能があります。文字の識別精度もかなり高く、海外の商品パッケージや PC でコピペできない画像の文字など、普段スマホで翻訳するのに重宝しています。InMo Air 3でもこれが使えるんですが、使ってみると視界の目の前にカメラ映像が出てきて、見ているものがそのまま日本語に翻訳して見えます。これはまさに待ち望んでいた使用方法だと思います。広角レンズということもあって小さい文字はある程度近づかないと文字認識してくれないんですが、見ているもの全てを翻訳してくれるのは本当にすごいです。かなり未来を感じます。さらに Google レンズには検索という機能があって、見ているものについて調べてくれる機能もあります。最近ではジェミニ搭載で画像についてかなり詳細に説明してくれるので実用的になってきました。これも見ているものをそのままを調べてくれるのでいろいろ面白いです。SF 映画で見たような見たものの情報が瞬時に表示される体験がついに現実になった感じがします。翻訳アプリも Android のアプリならどれでも使えます。I want to go with you, Frank. Oh, Paul, I'm just going on a little vacation, you know that? You want to go without me, don't you? Be gone just a week. And I suppose you just made up your mind to take this little vacation at 9 o'clock this morning? No, Paul, I meant to tell you about it a few days ago. I guess I forgot. Oh, you forgot. Paula, don't be like that. Don't be like what? You just drop a little announcement that you're going away. カメラアプリは標準でインストールされています。写真と動画が撮影できます。縦長の画面で現時点ではズームなどの設定はできないようなんですが、公式の説明でも設定機能についての説明があったので今後のアップデートで追加されると思います。その他 Android アプリではサードパーティー製のホーム画面アプリを導入できるので、ホーム画面を自由にカスタマイズ可能です。これでほぼ自分のスマホと同じ環境を構築できます。ウィジェットでカレンダーやニュース、天気なども表示することもできます。Android アプリが大部分使用できるので活用方法は無限というわけです。SIM カードは挿せないのでキャリアの電話番号は使えないですが、 LINE や Discord などの通話アプリも使えますし、ゲームも SNS も動画アプリも全て使えます。InMo Air 3には AR アプリも搭載されています。標準インストールされている InMo Labo というアプリから各機能にアクセスできます。現在使えるのは発見とマルチスペースという AR 機能です。また音声アシスタントという AI 機能もあります。InMo専用のアプリストアも存在しているようですが、日本からはまだアクセスできないかアップデートが必要なのかもしれません。音声アシストは AI と会話が可能な機能です。文字が大きく表示されるなど AR グラスに最適化されています。現在はテキストベースでのチャットのみ対応しているようです。発見は AR 機能を活用したアプリですが、実際に使ってみたところまだ使いどころがよくわからないというのが正直な感想でした。今後どのように発展していくか興味深いところです。マルチスペースは起動すると空間に画面を固定できて3ドフでアプリを使用できます。3つの画面を並べてマルチタスクが可能です。3ドフモードでは横を向いた際に画面の見切れが発生するので視野角の制限を感じることがあります。実際に使ってみて便利だったのは YouTube 動画を流しながらの作業です。透過型なので視界をほとんど損なわずに家事をしている時も歯磨きをしている時も動画を視聴できるのは思った以上に快適でした。ウォーキングや筋トレ中に動画を見るのもいい使い方だと思います。ランニングだと汗で濡れてしまうので機器に良くないですが、軽いウォーキングや室内での筋トレなら問題なく使えました。歯医者、美容院、役所など長い待ち時間などでも使えます。実際に歯医者で使ってみたんですが、先生にそれ AR グラスですかと聞かれて興味津々でいろいろ聞かれました。興味がある人から見ると結構わかるのかもしれません。
ただ室内でサングラス型の AR グラスを使っていると違和感満載なんですが、透過型であれば自然に使えます。電車での移動中にも使えそうです。満員電車でスマホを取り出しにくい時でもニュースや動画をチェックできるはずです。周りから見て画面は見えないのでプライバシーも守られます。特に動画視聴や情報表示など頻繁な操作を必要としない用途に特に向いています。逆に言えば文章作成や動画編集のような細かい操作が必要な作業は難しいかもしれません。現実空間は完全にシースルーで見えているので、日常生活の邪魔にならないのが大きな魅力です。ちなみに人前で使うときは本体のカメラカバーはつけておいてもいいと思います。待合室などでは自然に使えるんですが、対面で会話をしているときは相手から撮影しているのかと思われないか気になって正直少々気まずいです。取り外すとこのような感じになるんですが、これは少々自分が意識しすぎなのかもしれません。カメラ撮影することはほとんどないと思いますし、 AR アプリを使わない限りはカメラ機能は使用しないので、カバーしておいても差し支えないと思います。ただこのカバーはかなり小さいのでなくさないように気をつけましょう。ここまで使ってきて感じたいい点をまとめていきます。まず完全シースルーで視界をほぼ完全に確保した状態でディスプレイ表示できるというのがいいです。これまでヘッドセット型の MR デバイスではカメラを通じて現実空間を見る必要があったんですが、それがいかに使用感を下げていたのかが十分に分かりました。次に Android 搭載でカスタマイズ性がかなり高いです。やりたいことがほぼできます。そして何より Google アプリがフル活用できるのは本当に大きなメリットです。他の AR グラスでは Google サービスが使えないものが多い中、この違いは決定的だと思います。ソフトの安定性も高いです。動作がスムーズで AR グラスとしてはかなり完成度が高いと思います。一方で気になる点もいくつかあります。まずサイズ感がややデバイスっぽいです。普通のメガネと比べるとやはり明らかに大きいので、デバイスをつけている感じは否めません。着用していたら耳の裏が痛くなってきやすいなど着用感の問題もあります。ホーム画面ではゼロ読なので画面を近づけたり位置を変えたりすることができません。その他 Android なので iPhone ユーザーの方は使いこなすまで敷居が高いかもしれません。設定やアプリの使い方が Android に慣れていないと戸惑うことがあるかもしれません。AR アプリについてはまだ発展途上という印象です。ただメガネ型を維持した性能で言えば本格的な AR アプリというのはかなり難しいのではないかと今回これを使って思いました。標準搭載の AR アプリは基本的な機能にとどまっていて、今後のアップデートやサードパーティー製アプリの充実に期待したいところです。SDK も公開されているので開発スキルがあれば自分で AR アプリを作ることも可能です。実際今であれば AI を活用して AR アプリ開発にチャレンジしてもいいかもしれません。それでは最後に InMo Air3 を買うべきかどうか総合的に評価していきます。価格はキックスターターの早期特典で$899、通常価格$1099なので AR グラスとしてはやや高額帯ですが、機能を考えると妥当な価格設定かもしれません。ちなみに技的についても確認したところ、日本での技的取得済みとのことで日本国内でも問題なく使用できるようです。ここで正直な評価をすると、文字入力の効率性、コントローラーの操作性、長時間の着用感、バッテリーの持ちという4つの課題があるので、スマホを完全に置き換えることは現実的ではないかもしれません。逆に言えばこれらの課題は AR グラス全体が抱える共通の問題でもあります。ハードやソフトの性能がいくら上がってもこの根本的な問題をクリアしなければ AR グラスがスマホの代替になることは難しいと思います。しかし InMo Air 3の素晴らしい点は、これらの制約を理解した上でも実用的に使えるレベルまで完成度を高めていることです。スマホを完全に置き換えるのは無理でも、スマホのサブ機として考えるんであれば完全にお勧めできます。特に動画視聴、情報確認、翻訳、ナビなど頻繁な操作を必要としない用途ではスマホよりも快適に使える場面すらあります。何より未来的な体験ができます。やはりですね、メガネ型というのがメリットが大きいです。サングラス型、ましてやヘッドセットであれば、いくら人前で使うのに勇気があったとしても、日常的に使うのは TPO 的に現実的には不可能です。例えば、歯医者にビジョンプロをかぶったまま施術を受けに行くというのは
普通に邪魔で迷惑になります。インモエア3はデバイスっぽさは拭えないんですが、迷惑にはならないですし、TPO 的にもほぼ問題にならないです。完璧ではないですが、ここまで機能と実用性を備えた AR グラスは、この先でもなかなか出る予定がないんじゃないでしょうか。今回インモエア3は先行レビュー機で返却が必要なんですが、実際に自分用でキックスターターで予約します。今回は案件としてレビューさせていただいているので、皆さんとは購入のハードルが違うことは認識していますが、それでも個人的に欲しいと思えた製品でした。正直 AR グラスがスマホを置き換える時代は想像してはいたものの、まだ先のことだと思っていました。しかしインモエア3を使ってみて、AR グラスが確実に実用レベルに到達していると実感しましたね。グラス型で日常的に自然に使えて、しかも Google サービスという実用的な機能が備わっている。この組み合わせによって AR グラスの時代が確実に来ると確信をしました。なかなかね、これはね、これまでにない感覚でした。気になった方は概要欄のリンクから詳細チェックしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で。